こんにちは、アンゴラです。時価総額日本一になった記憶シェアがビットコイン以上に暴落しました。これは記憶シェアの週足チャートです。2024年12月に株式上場し、上場日に上場来安値の1440円をつけました。そっから爆上げして1年後の2025年12月末は1434円。今年2026年も爆上げして6月22日に最高値112700円をつけました。上場来安値から78倍。今年だけで10倍天爆。時価総額は45兆円を突破し、トヨタを超えて日本一になりました。しかし、そっから急落が始まり、7月に52,110円まで下落しました。わずか1ヶ月で最高値からマイナス 53.8%、半分以下になりました。これはビットコインの月足チャートです。最高値は2025年10月につけた1897万円。今年2026年7月に940万円まで下落しました。最高値からマイナス 50.4%。このように記憶シェアはビットコイン以上に暴落しています。そこで今回は記憶シェアが暴落した原因を説明し、AI バブルは崩壊するのか、ビットコインに与える影響を予想します。まず、記憶シェアについて簡単に説明します。記憶シェア、難度型フラッシュメモリという電源を切ってもデータが消えない半導体記憶媒体を製造している企業です。AI 株代表の NVIDIA は画像処理や AI の計算に使われる GPU を作っている企業に対し、記憶シェは AI が使う大量のデータを保存するための記憶媒体を作っている企業です。昔流行った USB メモリ、消しゴムみたいな大きさのものをパソコンに挿してデータを保存して持ち運べるあれ。そうです。USB メモリにも難度型フラッシュメモリが使われています。難度型フラッシュメモリは1980年代に東芝が世界で初めて発明した技術で、その後 USB メモリ、SD カード、スマホ、SSD へと用途を広げていきました。東芝の経営危機に伴い、2017年に半導体メモリ事業は東芝メモリとして分社化され、2018年に米投資ファンドに買収され、2019年に記憶シェアに社名変更し、2024年に株式上場しました。現在の半導体メモリ市場は、DRAM と難度型フラッシュメモリの2本柱です。DRAM は計算中のデータを一時的に置く高速メモリのことで、電源を切るとデータは消えます。一方、難度型フラッシュメモリは電源を切ってもデータが残る保存用メモリです。AI ブームの初期は NVIDIA の GPU とセットで動く超高速 DRAM を作る企業に注文が殺到し、それらの企業の株価が爆上げしました。そして AI の進化に伴い AI が使うデータ量が爆増。高速かつ大容量の記憶媒体が必要になって難度型フラッシュメモリに特需が回ってきました。難度型フラッシュメモリの世界シェア1位は韓国サムスンで 31.6%、2位は韓国 SK ハイニックスの 17.6%、そして3位が記憶シェアの 13.9% です。このように記憶シェアは難度型フラッシュメモリ業界において世界有数の企業であり、関連技術に関する特許を14,000件以上保有しています。次に記憶シェア大暴落の謎に迫ります。まず、6月に最高値11万円をつけた記憶シェア株は実態の伴わない買われすぎの水準だったのかを分析します。テクニカル的に言うと、半年で10倍、時価総額日本一というチャートの動きだけ見れば、誰がどう見ても異常な過熱状態です。
これはキオクシアの四半期別業績です。2025年前半までは売上も利益も低迷し、営業利益率は 10% 台の冬の時代でした。それが2026年に入ると AI 特需で売上は一気に1兆円、営業利益も6000億円に爆増しました。2026年4月から6月期の会社予想は1兆7500億円、営業利益は1兆2980億円、営業利益率はなんと 74% の見通しになっています。トヨタ自動車の営業利益率ですら 10% 台なので、キオクシア製造業としては極めて異例と言える化け物級の利益体質で化けると見込まれています。仮に3ヶ月で 1.3 兆円稼ぐ体質が今後も続き、株価11万円を維持した場合の予想 PR は約17倍。そのため、この利益水準を維持できるなら、キオクシアの株価は必ずしも割高ではないと言えます。しかし、キオクシアの業績は急悪化したわけではないにもかかわらず、株価は最近 50% 以上も暴落しました。この原因は、アメリカのハイテク大手が巨額の AI 投資を続ける中で、本当に投資額に見合う利益を回収できるのかという AI バブルへの疑念が世界中に広がり、半導体セクターから一斉に資金が抜ける大波が直撃したことと、アメリカの裁判所の陪審がキオクシアに対し、フラッシュメモリ関連特許侵害を認定し、約370億円の損害賠償を命じる評決を下すという想定外の冷や水を浴びせられたからです。次に、この後 AI バブルは崩壊するのかについて、AI 関連株の買われすぎた部分はすでに崩壊が始まっている兆候が現れてはいます。しかし、データセンターやクラウドサービスの成長を見るとわかるように、現在も AI 需要の拡大に供給が追いつかず、需要が供給能力を大きく上回る状態が続いています。AI バブルが本格的に崩壊する条件は、大手 IT 企業が設備投資を削減したり、AI サービスの売り上げが設備投資に見合うほど伸びなかったり、GPU や半導体メモリの供給不足が供給過剰に反転するなどが考えられますが、現時点ではそれらの兆候はありません。そのため AI 市場全体が一斉に崩壊する心配はまだありません。これから AI 相場の過熱修正局面に入るならば、高い成長を何年も織り込んでいた銘柄の下落が続き、企業や業種ごとの選別が進む展開になると考えられます。次に AI バブルの勢いの低下がビットコインの価格に与える影響について、これは2026年6月22日からの変動率を表示したものです。株価指数と AI 関連銘柄とビットコインを表示しています。AI 関連銘柄の下落基調が続く中、ビットコインは7月に上昇してプラス 0.1%。キオクシアが急落した日も無風でした。ビットコインと AI 株は市場全体がリスクオフになると同時に売られることがありますが、普段から強く連動しているわけではなく、最近はむしろ値動きが分かれています。もしこれから AI バブルの本格的な崩壊が始まり、株式市場全体が火の海になった場合、ビットコインも一緒に暴落しますが、AI の過熱が部分的に是正される調整局面では、AI 関連に集中していた莫大な投機マネーの一部が次の投資先を求めて暗号資産市場に流れ込み始めることでしょう。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。